こんにちは、ジェイカムです。なかなかできなかった 1000km 超えのロングドライブ、フォレスターに乗り換えて初めてできました。今回はフォレスターにルーフボックスを搭載して東京から神戸へ行きました。家族4人、3泊のうち2泊は車中泊です。ルーフボックスを導入した場合のフォレスターの平均燃費や車中泊で工夫したこと、いい発見があったので紹介します。まずは車中泊を紹介します。今回一番の課題が車中泊でした。初日の車中泊は移動初日で問題ないと思っていましたが、旅行の3日目の車中泊が問題でした。理由は神戸だけでなく大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンを思いっきり楽しむ予定だったからです。 USJ はみんなで楽しみにしていたマリオワールドや子供たちが楽しみにしていたハリー・ポッターの世界を満喫しました。その上で大阪中をいろいろ回って美味しいものを食べてから家族4人が明らかに疲れた状態の車中泊をどれだけ心地よくできるかが課題でした。私が導入した必須アイテムを紹介しますね。1個目はルーフボックスです。今回は家族4人3泊4日分の荷物がありました。これらの荷物は全てルーフボックスに搭載しました。こんな感じで荷物がいっぱい入ってます。だから全然荷物が少なくて、ルーフボックスを購入するときにいろいろな想定をして360リッターの積載量を選びましたが、荷物の積載量ぴったし。帰りは USJ のお土産が増えましたが、全ての荷物をルーフボックスに搭載できました。荷物は高さ方向に増えています。しかし360リッターなのでこのように搭載することができました。ルーフボックスに荷物を全部搭載することで妻と子供たちはこのように3人並んで寝ることが可能になりました。次女は後部座席に3人寝るのはギリギリアウトと冗談めかして言ってましたが、なんとか寝ることが可能です。女性3人、身長が150センチ以下なのでなんとか可能なのかもしれません。初日は3人とも同じ体勢で寝ていましたが、3日目の車中泊は1人だけ頭を逆にすることで寝る体勢に自由度を持たせていました。問題は私ですよね。運転席で寝るのは普通疲れます。車中泊一番の課題は運転席の寝床の快適さをどのように作るかです。そこで工夫した2個目は足置きを用意しました。私たちが導入したのは100円ショップに売っている靴をしまえる足置きです。20代から車中泊をしていますが、何もしないとどんな体勢で寝ても運転席だと3時間から4時間しか寝れません。長年の経験から一番の問題が足だということに気づいていました。足が下がっていると疲れが取れないのです。災害時の車中泊で血栓症に要注意という話を聞いたことがあると思います。足の血流の流れを確保しないと快適な車中泊は無理ということです。ある程度水平な状態をどのように作るかが鍵ですね。この足置きを導入して大正解。3日目の車中泊は 5,6 時間爆睡することができました。運転席でこんなに爆睡できたのは初めてです。足を水平に保つのがどれだけ大切かを実感できました。その他に車中泊で用意したのは布団や毛布、キャンプ用で使っている電気測温器ですね。私が運転席で電気測温器を使用した理由は足置きに足を乗せやすいようにするためです。あと夜は車内が暗くなるのでキャンプで使っている電灯を持ってきました。最後に通常運転するときに車中泊で使用したものをどのようにしまっているかを紹介します。ここでもルーフボックスの利点が生きています。ルーフボックスにバッグ等を置いているので、このように後部座席に布団類を折りたたんでしまえています。ルーフボックスがあればフォレスターでも家族4人で車中泊ができます。今回の旅行の走行距離は1205キロ。結局 1205.3 キロ走りました。平均燃費は 14.7 キロですね。まずは東京から東名高速、新東名高速道路で神戸へ向かいました。ここ岡崎サービスエリアで 3,4 時間ぐらい車中泊をしています。木曜日の仕事終わりの夜11時に出発して夜中の2時半まで運転しました。朝6時台は名古屋近辺を運転していました。神戸までの500キロ運転しましたが、やはり疲れない走りだなとフォレスター思いましたね。以前アウトバックに乗っていましたが、フォレスターの e ボクサーはアウトバック同様に長距離ドライブで疲れないですね。
朝8時半ごろ、ようやく神戸へ突入していきます。2013年以来10年ぶりの神戸です。10年前に写真撮影した場所へ向かっています。2013年は神戸ポートタワーの駐車場で車中泊をしました。子供たちの成長を確認するためにそこへ向かっています。2013年はレガシーツーリングワゴンで車中泊をしています。でもふーちゃんは熱中です。今回10年前と同じ構図で写真を撮影したかったんですよね。10年間の子供たちの成長を感じることができました。写真だけじゃなく10年間で子供たちは妻と同じような身長になりました。スマグラ山遊園は初めて行きましたが、絶景を楽しむことができ、そしてちょうどお花見満開の時期だったのですごく楽しかったです。おー、すごいこれ。怖っ。おー、すごい。姉ちゃん、景色がすごいよ。景色がすごい。橋が見える。おー、すごいなこれ。これはすごい。確かに月のリフトより怖いね。俺もそう思う。ベルトないよ、なんもないよ。ババをそうそう降りるよいいよ。一応大丈夫だよ。Say hi to him, camera. 景色もいい。この日はシーサイドホテル舞子ビラ神戸に宿泊しました。このホテルはすごく良かったですね。結婚式会場を併設しており、瀬戸大橋を一望できます。これなんでしょうね。天気的にはさ、今日ぐらいのこの現状、まあそれしか思ってないけど。うわー、すごいね。いいね。すごい。濃いよ。どっちでもどっちも好き。なんか松田さんじゃない5000円を打ち解けた間違えシーサイドホテル舞子ビラ神戸の朝食ビュッフェは最高でしたね。
特にデザートが秀逸で、今までのホテル朝食ビュッフェでデザートは一番美味しかったです。おすすめですよ。この日で神戸とはお別れです。神戸から大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ向かいます。ちょっととかもうちょっといい？多分動画とかは大丈夫。こっちの動画、こっちから。9時になっちゃってるあんた。9時か亀さん持ってたの？持ってない？ここでこう。OK ガーミン、ビデオ保存。探して。何呼ぶかほら。マリオの世界だね。
回は東京から神戸、大阪、そして埼玉県の大宮へ、そして自宅へ帰ってきました。走行距離は 1205.3km、 とても楽しい旅でした。私はフォレスターの動画やスノーボードの動画、またキャンプの動画を撮っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。